もう僕も涙をこらえながらセッションのね、メッセージを受け取っていました。はい、皆さんこんにちは。映画愛の星へ監督のミキです。今回はですね、ヒプノセラピーのセッションのことについてお話ししたいなと思います。今午後撮影しているんですが、もう午前にあったばかりのセッションです。その方がですね、植物と対話をしたいっていうので、セッションを受けに来られました。自分ではなかなか植物と対話をすることができなくて、できたらっていう思いでね、受けに来ていただきました。でその方はですね、庭にビワの木があって、そのセッション中にそのビワの木とつながってもらいました。ビワの木に何か伝えたいメッセージはあるっていうふうに聞いたら、そしたらビワの木が来年引っ越しするから寂しくなるねっていうふうに言ってきました。で、そのセッション中にどういうことですかっていうふうにその方に聞いてみたら、来年、家を手放すことが決まっていて、で、ビワの木が、寂しがっているということでした。そこで分かったのが、ビワの木はもう、その事情も知っていてというか、来年引っ越しをすること、それが決まっているっていうこと、そこまでを分かっているんだなというふうに思いました。他に、メッセージはないですかというふうにビワの木に聞いたら、ビワの葉を使って何かこうね、体を、癒してもらったりとか、そういったことをしたりとか、ビワの実を、食べてもらったりとか、そのことが嬉しかったっていうふうに言ってました。で、そしてですね、ビワの木にこれからも話をすることができるっていうふうに聞きました。そしたら、来年、その家に住む人が、木を切るけれど、その木を切るまでは話ができるっていうふうに言ってました。セッションが終わった後に、もうその家を売る人は決まってるんですかっていうふうに聞いたら、まだ決まっていないんですっていうふうに言ってたんです。でも、もうその木はですね、来年、次の人がもう住むことが分かっていて、その人が木を切るっていうことまでどうも分かっているようでした。植物がもう来年のこと、要は未来のことまで分かっていて、切られてしまうっていうことを分かっているようでした。そして、そのセッションの時にですね、天使のラファエルもいてもらっている中でね、話を進めてたんですが、その天使のラファエルに植物に生まれ変わりあるのっていうふうに聞いたらですね、あるっていうふうに返ってきました。植物に生まれ変わりがあるっていうことで、そのビワの木に、じゃあ次に、生まれ変わるとしたら何に生まれ変わるのって聞いたら、まず最初に返ってきたのが、生まれ変わりっていうわけではないんですが、そのビワの実の種からですね、芽を出して、でそれを、大事にしてほしいというか、自分の、生まれ変わりというわけではないけれど、自分の子供のようなもの、それを大事にしてほしいっていうことを伝えられました。そして、生まれ変わりはどうなの？何に生まれ変わるっていうふうに聞いたら、今度はクスノキになるっていうメッセージが返ってきました。で、庭の木にクスノキがあるよねって、ビワの木が言ってきたんですけど、で実際にクスノキがあるそうで、クスノキにどうしてなりたいかっていうふうにね、聞いたんですけど、その時のね、ちょっとメモしておいたので、読み上げますね。そのビワの木が言うには、僕のその時のクライアントさんがクスノキに、何かこう手を当ててたんでしょうね。クスノキに当てて楽になったと言っていたから、直接癒せるクスノキになりたいっていうふうに言ったんです。どういうことかって言ったら、クライアントさんが庭にあるクスノキに触れて楽になったっていうふうに言ってたのを、ビワの木が聞いてたんですね。見ていたというか。で、今度はその直接癒せるクスノキになりたいっていう、その時に思ったみたいなんですね。で、じゃあと思ってクスノキも呼んでみました。で、クスノキとクライアントさんが話してもらって、で、クスノキに、何か伝えたいことはっていうふうに聞いたら、ブルーアイスが傷んでるよねっていうふうに言ってきたんです。
そういう木があるそうで、その方の家にですね。で、傷んでるよねっていうふうに言ってきて、で、その木を可愛がってあげてっていうふうに言ってきました。で、どうすればいいのっていうふうに聞いたら、触ってあげてっていうふうに言ってきたんです。そのクスノキが言うには、そのブルーアイスの木は木の人生を諦めていたっていうふうに言うんです。でも触ってあげると葉っぱが青々としてくるよっていうふうに言ってきたんです。僕のヒプノセラピーでもあまり植物と対話をするということをね、これまではしてこなかったんですが、僕の4作目の映画でですね、植物からのメッセージっていうテーマで、作ってきています。それで植物と対話をしたいという方がね、ヒプノセラピーを受けに来られる方もいらっしゃいます。で、僕の方にどんどん植物からのメッセージが伝わってくるような感じになってきていてですね、植物の、もう深い愛というか、人の愛を超えた、特別な愛が存在してるんだなとか、特別な知能が備わっているんだなと、何か宇宙とすごくつながっているんだなっていうのを感じています。そして、その方の庭に、柿の木があったそうなんですね。で、毎年、10個しか実がならなかったっていうふうに言ってたんですけど、もうその木をね、切ることになっていて、で、その切る年には、なんと、いつもは10個しかならなかったその木にですね、最後の年は100個実がなったそうなんです。で、驚いて、どうしてこんなになったんだろうねっていうふうにその方が思ったそうで、そしたら柿の木からその人にとって初めて木から植物から声が聞こえたらしいんです。で、その柿の木がこう言ったんです。これでお別れだからねっていうふうに言ったそうなんです。本当にもうしっかりと伝わってきたそうで、毎年10個しかならなかったその木が、最後の最後で100個なって、そしてこれでお別れだからねっていう、言葉を伝えてくれたそうなんです。その方もね、涙流されていたんですが、もう僕も涙をこらえながらセッションのね、メッセージを受け取っていました。素晴らしいその植物の愛っていうのが私たちの、知らないところで起きているというか、ひょっとすると私たちは木や植物の愛にいつも何か守られているっていうか、そういうのっていうのはあるんじゃないかなと思います。あなたもですね、この YouTube を見てぜひ植物に何か声をかけたりとか、感謝の気持ちとか伝えてもらえたら嬉しいなと思います。次回はですね、このセッションの続きがあります。内容が変わってくるんですが、次回も感動的なお話が、あって、それをお届けしたいなと思います。次回の YouTube の、発信、楽しみにしていてください。また、チャンネル登録や、高評価などしていただいたら、YouTube を続けていく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。